こんにちは、宝木美穂です。宝木美穂のようなもの第25回。この番組は私作家朗読家ライアー奏者の宝木美穂がこれまでの経験体験から気づいたこと、その時々の気になったことやエピソードを語りながら皆さんに元気や癒し、明日へのエネルギーをお届けしていく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。はい、第25回始まりました。前回の配信ではですね、ちょっと長くなったかもしれないんですけど、前半が卵の独り言の、朗読などをさせていただきまして、で後半ではですね、ちょっとやっぱり私はお笑い好き、お笑いの話で終始させていただきました。で本当はね M1 の話をねたっぷりする予定だったんですけれども、つい話していってそうかM1 自体知らない方たち多いよなって思ったら漫才の話になっちゃってね、漫才とはっていう話からになっちゃったんで、こう壮大になってしまいまして、すごくこう長くなってしまったなと思ってはいましたけれども、どうだったでしょうか。で漫才に関してはもう今やこうマイクがあって、それに対してやるものは全て漫才だと私はちょっと理解してしまっているところがありますけれども、その感じでなんていうかすごいなと思う。本当に漫才ってすごいなって思ってて、本当にしゃべくりだけでね、コントとかもそうだけど何の後ろのものがないのに、皆さんを爆笑にできるってすごいなと思います。今日実は後半ではまたちょっと和牛さんの話をしようと思ってて、和牛さんの漫才がいかにすごかったかって話も多分出てくると思うんですけれどもね、本当にものすごいこうものを見せてもらってたなと思いました。でその M1 の話ちょっとだけ補足したいなと思っております。ちょっとライアー弾きますか。M1 グランプリの話をね前回したんですけど、その中でね博多大吉先生がその審査員をされていて、その審査員の審査基準をね自分で明かしていらっしゃってね、それがポッドキャストで、一旦ここにいますっていうね、ポッドキャストで検索すると出てくると思うのでね、よかったらね聞いていただいたら面白いかもしれないなと思ってます。でその中で大吉先さんが漫才師ってこういうものじゃないかなっていうような中でね、その目の前の人のことを笑わすっていうのがやっぱりハテナではなくてね、ちゃんと連れてってあげるというか、そういうのがそういう言い方ではなかった、今の私の言い方ですけども、それが漫才師だと思うんだよねみたいな話をされていたんですけど、これはそのなんていうのかな、漫才師である大吉さん先生が自分が思う漫才師っていうのはそういうものだっていうふうにはっきりと言ってらっしゃるんですね。なので全部これが正しいという言い方は彼はしていないというのを補足したかったんですよ。正しいという言い方はしてなくて、審査員をすると決めたら自分で審査の基準を決めるしかないわけですよね。だから自分はこういう基準で臨もうと思ってやりましたって話をされてたんです。でそこがやっぱさすがだなと思ったんですよね。そしてその自分の基準で決めてった時にどうしてもやっぱり一番初めに出た令和ロマンにはつけにくかったから、なんていうのかな、爆笑みたいなものもそれぐらい笑いが起きたかっていうのも点数の中に何個かの項目があってね、で
何点満点5点満点かなんかでつけていくようにやっててね、80点を基準にしてっていうふうにわざわざ80点以上以下の人は出てこないだろうと、ここにで80点に加算していく形で点数をね大吉先生はつけててね、その中に新しさだったり構成力だったり技術だったりっていうの分け方をして、それぞれ何点ずつっていうふうに分けて20点を分けるという形でつけてってたわけですよ。でそうするとその令和ロマンが出てきた時に、例えば笑いの量とかいう時に、今すごい受けてるけどこれ以上の爆発がこの後来るかもしれないと思うとつけづらかったっていうような話をやっぱりしてましたよね。で結局ここが大きかったんかっていうのって後からしか分かんないのが、その一番初めに出たコンビの、優勝しにくいっていう理由だと思うんですけどね、そこをこう話されていて、で、自分がそうやってつけててどうしても令和ロマンよりもどうかっていう風につけたくないし、同じ点数をつけないようにしたかったけど、令和ロマンとアレンズだったかなが、ね、同じ点数にせざるを得なくなってした時があったって話を、そこまで切り詰め、もう本当に審査員の方たちってそうやってねやっていて、でそうですね M1 の審査員ってね、なんかね傷ついてることを言ってたよ。同じ人たちが何年もやってたりするから、そろそろねその大吉先生だったり中川家の礼二さんだったり、そろそろその権威を誰かに譲るべきだみたいなことを書く人がいるんだって。でも漫才師がね、現役の漫才師がね M1 の審査員をしてね、いいことなんて何にもないっていうわけよ。もう大変だし、その審査をした次の時の寄せなんて全然受けない、必ず全然ってことないけど全然やっぱり受けないんだって。ああやって審査した人とって見られるから、この審査基準を言うことも本当にそのなんていうのかな、勇気がいるっていうか、それでも誠実でいたいから審査の基準をね明かしてるんですね。それで、大吉先生のもしもこれは私が聞き取って言ってる話なので、こういう時皆さんに気をつけてもらいたいのは、私が切り取ってるので私の目線なんですよって言いたいんです。だからできる限り、探し出してね、気になった方は私が言ったことを全部鵜呑みにせずに大元のを聞いていただきたいんですね。もちろん私のがピックアップするところだから、間違ったこと言ってなかったとしても全体の中のどこを切り取るかっていうのもその人の主観なのでね、そういうことを気をつけていただいて聞いていただけたらなって思います。はい、M1 の話はもう随分経ってしまったんであるかもしれませんけれどもね。でこのままちょっと次の話に行こうと思います。私としては2023年いろんなことがあって楽しかったんですけど、最後の最後に、とっても悲しい私としてはですねことがあったんですね。それが和牛さんの解散だったんです。で本当に残念だったなっていうふうに思って、もう今日1月14日ですけれども、前に話していたののやっぱり続きを話さないとあのままだとちょっと中途半端だなと思っているので、今日もその続きでね変わったことだったり分かったことだったりっていうのがあったので、やはり発信したものの責任としてねそこのことはお話ししていこうかなと思います。まずですね、私が前回前々回と、前回前々回じゃないね12月の24日と31日の回で和牛さんの解散について触れさせていただいたんですね。でそれから解散の発表があったのが12月の12日だったんですけれども、和牛さんのラジオというのが金曜日の夜にあるんですね。で15日の回っていうのはまだ録音会だったんでその解散のことに触れてる回ではなかったんですけど、22日の回というのはもう解散が分かって10日間経ってますが、分かってから録音したもの撮り直したんじゃないかなって思うんだよね。で22日の昼間に撮ってるって言ってたんでね。でそこに見取り図さんが来てね、
で大変な時に来てくれてありがとうなんてもともと決まってたらしいんですけども、そうやって、出てくれていた回だったんですね。そこでかなりいろんな話をしてました。でその中で分かったことというのは、私が前に話した時にその文春さんがね、スクープをして和牛さんたちが和牛が解散かっていうふうに言わなかったらね、もう来年の3月までみっちりスケジュールが埋まっていたので、チケットももう売れていたんでね、でそういうことをいきなりなしにして辞めるような人たちではないので、きっとその解散するのは決まってたかもしれないけども、どこかまではやり遂げる、3月末までやり遂げるつもりだったんじゃないかなって話をしてると、前倒しになったんだろうって、もう本当にその通りだったみたいなんですね。解散というのはもう決まってたけども、まだその決まってるものに関してはもちろんやっていくつもりでいたんだと思うんです。だけども急に電話がね、マネージャーに電話がかかってきて、こうだっていうことで、分かった通りなんですけど、その記事では川西さんがうつ病になってるみたいな記事を書かれているんだけども、それは全くないという話と、だけどもその、解散というところだけは当たってしまった、クリティカルヒットを打ってしまったので、それを見過ごすことができなくて、で、記事は出る、それは違いますよって言っても記事は出る、その大元のその川西さんがうつ病なんじゃないかっていうのは違うと言っても記事は出てしまう。でそしてそういう目で解散なのかなっていう目で万歳を見られるのが嫌だっていう気持ちだから、そこでどうじゃないかっていうふうに言ったとしてもさ、皆さんがハテナのまま見続けることになっちゃうので、だったら自分たちの声先に言いたいっていうことで発表に前倒しに本当になったらしい。で本当に発表した次の日からキャンセルになっちゃったからね。だからそれはね、見取り図さんがね、本当になんていうか優しいというか言ってた言葉があって、私ここにねメモもね、その見取り図の森山さんがね、こんな20年やってきた漫才師の最後をこんな前倒しにしていいのかっていうね、そのことに対してもっと言ってほしいけどねって川西さんが言うような、そんなあれでした。でこういうラジオも今だとね配信とかがねどこにあるかわからないですけども、見つけられたとしたらば12月22日2023年で和牛さんのモーモーラジオをね聞いてもらうとわかると思うんですけれどもね。でやっぱりね、私とするとちゃんと終わり方をね、あれだけの漫才師が考えてきていて、去年の春か夏かその頃に解散はもう決まっていたらしいんですよ。でもそこから、やっぱり自分で締めるじゃない、やっぱり。でどんなに後で思い返した時に辛い中で漫才をやってたんだったらかわいそうだから早めに終えてよかったって思いもあるんだけど、でもやっぱり急に今日終わるつもりじゃなかったのに急に終わるみたいなのって、そこまでじゃなかったんだと思うんだよね。社長さんが見に来てたとかいう裏に見に来てたっていうことなのでね、最後の漫才の時に。だから今日が最後になっちゃうなっていうのは知ってたんだとは思うんですけど、そうはいえっていう感じがして、なのでどうしてモヤモヤしちゃうか、ファンとしてモヤモヤしちゃうかっていうと、最後の漫才がチケットをね何十枚もねどうしたらいいのって言ってる知り合いとかがいますね。これどうしたらいいのって20枚とかの世界ですよ。だからこれはちょっと私本当に文春さんひどいなと思って、どこまでそういったものが分かっててこういう風になってしまうことを予測してほしいなと思うんですよね。今頃どう思ってるんでしょうか少しは罪悪感とか感じますかね。そしてね、もう一つ遅刻っていうワードからいろんな憶測が出てるっていうのを、私がそこから発達障害の話で、それはちょっと水田さんとは直接は関係がないですよ。遅刻のことから派生しただけでね。でもその遅刻というワードによって
ダメだよという人たちがいたりとか、あとはその、コメントを発表したコメントを2つ並べて比べてね、この2つを見た時にどちらを応援すればいいか明白だなみたいなことを書いてる人がいたっていうのを私が言いましたよね。それが一番悔しい。だから私は書くつもりもなかったけど X にやっぱりそんなことないっていうことを書いたんだって話をしてたと思うんですけどもね、やっぱり相当の炎じゃないなんて燃えてしまったみたいで、その方自体がちょっとその足りない書き方になりましたって形で、取り下げてはない下げてはないんですけども、反省の言葉を書いてらっしゃるのを見たので、何かのファンの方なのよ。だからその方だってファンだから、そんなことされたらファンの人が悲しむっていうことも感じてもらったのかなとは思ったんです。やっぱりそうやってやっちゃう時って人はあるのでね、その後って思った時にどうするかの方が大事のような気がするので、それに関してはそうだったんです。ただ怖いのは1回目に見た情報はカモがお母さんを見てそこについてっちゃうみたいな感じで書いた時に、本当に和牛水田遅刻原因解散みたいなのが入ってしまっている方って私結構見かけちゃって、でね、これ私言っていいかどうかどうしようかなと思うけど言っちゃいますけれども、あるところでね、これ私前言った和牛水田の解散の理由が遅刻だっていうのを載せてる方がいて、でそれに対して私もだからそれに関してはどうしても意見を言ってしまうこのダメな私がいるわけですよ。それでそれじゃないんで、それはきっかけになっただけでそれが原因ではないですよって書いて、ちょっとこれ削除していただけましたらって書いたらね、ブロックされたからね。で私はそれをどうしよう言うか言わないかとかいろいろ思ったんだけど、いやだから私はね別にそれを書いたことがどうこうってことじゃなくて、知らなくて書いちゃうことは私もあるなと思うから、そういうことになった時に違うって言われた時にさ、ってやっぱ見てほしいというか、よーく読めばそうじゃないわけですよ、その文章がって話を川西さんもしてたから、もうその12月22日にね、どういう風なコメントを出そうかって遂行して出したんだって、出して、で、本当に遅刻っていうのは初めのきっかけみたいなもので、でもそこからあたりだからそれをお互いに出したんだけどもね、なんかね分かりやすいワードだけが残っちゃうって。でそれで水田さんも言ってたけど、3年前のその時のことだけでそれからほとんど遅刻はないんだってさっていうことまで言ってるわけ。でもこの言葉届かないじゃない。初めに水田遅刻なんだみたいな。恐ろしくない？なんか私ね、自分がされたら辛いなって思うから、皆さんもさ自分がされたら辛いと思うから、もし気づいたらね、そう違ったなと思った時には本当にすみませんっていうのをやってほしいんだよね。そうなんですよ。そうね、2023年の4月ぐらいに解散はもう決まってたんだって話でしたね。それで川西さん自体はもうこんないい機会がないから、その漫才師だったら漫才師として生きるってなってただろうからってことで、もうこの機会にいろんなことをちょっと1年ぐらい休んでもいいからやってみようと思うみたいな感じのことを言ってましたね。それでですね、嬉しいことにというか反響を実はもらったんですね。2回私がラジオで喋らせてもらったことで、やっぱりその和牛さんの、ファンの方から私も同じことを思ってましたっていうふうに言ってくださいました。で私も近々書こうかなって思ってた内容もそんな感じなんですっていうことでしたね。でやっぱりですね、和牛さんを CM で起用すれば売れるとか、テレビに出れば視聴率が取れるとか、劇場出たらチケットが完売するとか、そういうことでね、皆さんが和牛さんになんていうかな、好きな漫才をさせてあげられなかったじゃないかってことを思ってたみたいなんですね。なので解散はファンと会社と世の中が招いた結果ですよ。和牛さんを神格化しすぎた結果、自分たちが大好きな漫才ができなくなってしまった、漫才をさせてあげられなくなったあげられなくしたのはファンの責任もあると思ってますという、
ご意見をいただいたんですね。で私も自分も含めやっぱりそこをやっぱり感じました。というのはM1 で彼らっていうのは5回決勝まで行って3回が準優勝だったんですね。勝ちきれなかったわけですよ。でそれに関しては和牛さんはもう面白かったのでそれに関しては運がなかったというところもあったんですけども、なんていうのかな、大丈夫かなって思ってたのは前にお話しした番組のことでもそうなんですけども、一部のというか、私たちも含めてかな、2人が仲良くしてる姿を見るのが大好きだというファンの皆さんの心理があったんですよ。で例えば本当はこれ憶測ですよ。憶測ですけども、漫才師ってビジネスパートナーとも言えるじゃない。その辺皆さん分かっている方たち言うんですよ。マジラブの方2人とかもそうだし、だからその時漫才やれればお仕事としては成り立つし、みんなも喜んでもらえるから解散しなくてもいいんだよね。解散しないでそれはそれとして残しておいて、それぞれのことをやって漫才やる時やって、だって本当はいいはずなんだよね。だけど川西さんって本当に多分純粋な人なのでね、仲良くしている姿をみんなが楽しみにしてる。でアキナ・ギューシュタインっていうアキナと和牛とアインシュタインのグループでやってたのが途中で、キャンセルになって東京公演だけで全部やらなかったんですよ。そのあたりからファンの人たちはおかしいと思ってたんだけども、それに関してはみんなが仲良くしてるのを見せて、みんなお客さんが喜んでるっていうのがアキナ・ギューシュタインなのに、解散しようと思ってる2人がいるっていうのがやっぱ良くない、嘘をついてるってことになるって川西さんが思って解散が決まったので、決まってたライブを全部キャンセルっていう風にしたらしいんですよ。だからそれと同じようにファンの人たちが仲がいいものを見たいっていうことを強く望んでしまっていて、それには応えられないってなったのかって思うんですね。でも本当はさ、仲いいか悪いかなんて実は関係がなくて、仲の悪い芸人さんって和牛さん以外で山ほどいると思うんです。漫才師で仲が悪くても芸としてはもうこの人としかやれないよねっていうパターンだってあってよかったと思うんだけど、あまりにもだったんだなっていうのがファンのために、ファンの原因もあるんじゃないって意味です。というのはなんていうのかな、途中からね、私この路線に行くのかなと思って少し希望を持ったってちょっとだけ話してたんですけど、前の時にも前までは水田さんが細かくて、なんだお前はそんなこと言ってダメだみたいなことを川西さんが言うような、たしなめるような漫才も多かったわけなんですけど、水田さんの方が人でなしっていうか変なこと言う。ところが川西さんが切れるという漫才をやり始めたので、これが面白かったので、こういうふうに彼はすごいいい人だみたいなのがなんか出てきちゃってるとやりにくいけど、この路線に行くならばなんか面白いなと思ったわけ。ものすごい早口でお前なんかダメだみたいなことをめちゃくちゃ言う。でタジタジになっていくっていう。で一つの形として面白いし、本音が言えるようになれたら、全然仲が悪いっていうことをさ皆さんに言えてたらねって思ったの。だからそれが言わせてもらえないんだったら続けらんないよね。だって仲いい時と悪い時といろんな波があるじゃない。それをさずっと言わせてもらえなくて、仲が悪いということをもうそこまでの仲じゃないよっていうことを、それをずっと仲いいふりをしなきゃいけないんだよ。それ嫌になっちゃうだろうなって思います。でその先ほどの感想の方の続きもちょっと言いますね。例えばね、その水田さんはテレビが楽しかったんだと思います。川西さんは嫌だったんでしょうねという、それもこの方が思ってるところなんですがっていうところでそういうことを言っていて、確かにそういうこと
人だったんだろうなと思うんですよね。漫才師以外の仕事も自分にとっては仕事だっていうような言葉を水田さんはコメントの中で言っていて、でだけど川西さんはもう漫才師で理想の漫才師でいたいっていう本当にその方向性が違ってたっていうところだと思うんですけども、これがこの感想くださった方の、見方でいくとね、独身だからこんなおかしな人気の出方をするんじゃないかと思ってたんですって。だから早く2人も結婚して、そこのなんていうか独身だからなんかこうもしかしたら自分とかいう思いの中で、アイドル化してしまったのがちょっと一つかわいそうだったのかもしれないなっていうのを思いました。はい、でそうこの方も言ってますけど、ファンを裏切らないようにするために大変だったんじゃないかっていうことですね。そうですね。なのでピリピリした中3月の末まで漫才をしなきゃいけないっていうことじゃないんであれば、これで良かったのかもしれないっていうのはこの方は言ってました。で私もそれは同感で思いつつなんだけど、ちょっとその数年前に大丈夫かなって思ってたものがね、このように現実になってしまうと残念だなと思うので、皆さんも一歩引いてというかそれとやっぱり M1 とのことで、和牛さんは M1 で出てきた漫才師なので M1 とのことで絡んでいくと、さっきその大吉先生が自分なりの審査基準を決めていてって言って、それでいいんだろうなと思いながら、私がずっとその和牛さんが勝てなかった時に思ってたことっていうのがあったんで、思い出したんで話すと、その審査基準がないからこそ和牛さんは勝てないっていうことが一つあったなと思っているんですね。 M1 ってもともとはしんすけさんともう一人のね方がしゃべくりなんていうのかな、言葉で喋って漫才をするということが外れてきてしまってるんじゃないか、若手の芸人がっていうことから始まった回だったんですよね。でそこで言ったら和牛さんっていうのはもう良かったんですよ。その基準がまずあるんだよってことがあれば。でも審査はもう皆さんにお任せしますよっていうと、その基準をもとにする人もいれば、その日一番受けた人に入れる人もいるし、 M1 自体が今日の一番面白い人を決めるとか、漫才の頂上を決めるみたいなことを言い出したんだよね。でそうすると漫才の頂上って言ったって若手というか15年までの人しかいないじゃんとかいうのもあるし、なんていうのかな、だんだんそう私思い出してくるけどね、和牛さんが勝てなかった時に M1 自体もどんどん形を変えていってしまって、そのなんていうのかな、ちょうどハマっちゃったっていうか、そこにはまってしまったから勝てなかったんだろうなって思ってたんだよね。何を元にするか、それぞれが審査基準を持っていいということで、そう言われて大吉先生とか自分の審査基準を決めてやって、それでいいんだってことだとは思うんだけど、もしもその基準がもともと基準っていうのも変なんだけど、この大会の基準だよ。だってさそこが難しいよね。何々の大会ではこう、何々の大会ではこうって本当はあってもよくない？例えばしゃべくり漫才の大会だよとか、そういうふうに、色って本当はあっていいかもしれないじゃない。漫才の頂点って言っちゃうから分かりにくいよねって実は思う時があって、その基準がないからこそいろんな人たちに勝手に任せて、審査員に任せてそれぞれの基準でやってくださいねって投げてるんだとは思うんだけど、それでいいんだろうかっていうふうに数年前は思ってたなと思い出しましたね。で前も言ったけども、テレビのショーなんだっていうのが一つ M1 には乗っかってるので、だからその場で審査をするっていうことにこうするわけじゃない。その方がそれがいいということでなんだけど、本当はさ審査ってさよくあるのはさ、コンテストの審査とかって話し合いにさ審査員がさ裏に行って話し合って決めるじゃん。そういう風にすることって多いのに、でそれをしてたら和牛さんだっただろうなって回があるって私が言ってるじゃない。でだけどもそれをしないのはテレビのショーだからだと思うので、そこに
ハマっちゃってるなっていう意味でかわいそうになって思う時があったの。でもね、もう一つだけさ、違う、ほら最後は選んだのが彼らなんだって私が言ってた通りなんだけど、ある時に M1 が勝てなかった時にラジオを聞いてたらね、しみじみとね、また2位だった時、2019年の2019年だね、2018年だね、本当に勝てると思って私が正座して、もう勝つのを見るんだこれからと思って、霜降り明星が勝った時だったんだけど、その時に勝てないなって話をラジオでしててね。でその時にポロッと金井さんだったかな、本当に欲しいなって思うものは手に入らないよねみたいな、なんか言ったの。そのギリギリまで行ってポロッと落ちるんだみたいな、なんか言ったのよ。でこういうふうに思ってるからなのかってちょっと思っちゃったの。というのはやっぱりいいも悪いもなく、その霜降りのせいやとかは取りたいってそれだけだったんじゃないかなって思ったんですよ。でこの間M1 の見てた時になんだっけ、監督WBC の監督、がいたよね、栗山監督が勝ち切り方を見に来ましたって言ったんだよ。これなんだよなと思うんだよね。だからそうなんだよ、令和ロマンの勝ち切り方を見たわけじゃないですか。でどうやって勝ち切るのかって時の最後はやっぱダメだなっていうのがあって、最後は精神論じゃないけど、ただ勝つと決めてた人か、なかなかそうはいかないよな、そういういろんな苦労の後に来ると思うねみたいな感じのこと確か言ってたんだよね。で私聞いた時にはこういうことかいと思った時がありました。これも憶測じゃない、なんていうのかな、自分が感じたことなんですけどね。なので悲しいなと思うけど、なんか終わりよければ全てよしみたいにするのは嫌なんですけども、これで仕方なかったのかなとは思うんですけど、でももう思った通りにうまくいかなかったので、なんかちょっと思った通りにうまくいかなかったのか、私が思ってたからうまくいかなかったのかみたいになっちゃって嫌ですけども、できることならば、なんていうかな、影に隠れてね、ずっと漫才ができたらね、良かったのかもしれないと思いました。それくらいの技術、でしたね。なんかもうね、さっき令和ロマンがね、前回の時に4本ネタを提出してたって言ってたけど、和牛さんどれだけ持ってたかだからね。で彼らは決勝で出たのが1回で優勝してるから、その4本のM1で勝てるネタをもう持ってるし、まだ他にも持ってるし、和牛さんって5回出ちゃってるので、毎回ネタを、用意してるじゃない。で毎回2回ずつやっちゃってるのよ。そうするとそのネタはもう使えないっていう、それを乗り越えてきてたのね。だから一生にさ1本、M1 の決勝で戦えるネタができるかできないかっていうところなのに、それを何本も何本も何本も作ってっていうことがあったんですね。で新しいことをいっぱいしてね、なんかね、縦に使ったりとかいう動きの作ったりとかね、本当にうまかったので、なのでそうね、誰かも言ってたけども、せめてその最後まで漫才を3月まで見れないのであるならば、いろんな彼らの美しい漫才をね、映像化を残していてほしいということを思いながら、今日は終わりたいかなと思います。でも2人のことをこれからも応援していこうと思いますし、水田さんは料理の腕前がもうすごいので、早速そこでいろんなとこの番組に出てたりしてるので、でも漫才はもう亀西さんはもう漫才はやらないんだそうです。もうやりきったみたいですね。なんか前までは漫才をやらない、水田以外の一生漫才師をやってくって2人が言ってて、それで水田以外の芸人とはやらないって言ってて、それが仲いいということにみんな思っていたんですけど、漫才を水田さんとやらなくなったらもう漫才もやらないという、そういう人なんでしょうね、川西さんがね。ちょっと純粋ですね。はい。
エンディングの時間になりました。告知をしていきたいと思います。今月はですね、毎月第2木曜日の午後の朗読ワークショップが今回は3回目の第3木曜日の午後1月18日木曜日に開催いたします。それから1月の29日には卵の独り言のスタンプワークショップがあります。そして卵の独り言は、今ネット上でも販売しておりますので、絵描いてみたいな、詩を読んでみたい、詩をこう編集してみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、お買い求めいただけたら嬉しいです。そして1月の終わりも今分かってるかもしれないんですけれども、ライアーのヒーリングの会みたいなものも地元で開催することになりそうなので、そちらにもまたお知らせしておきます。そして3月2日土曜日、日野市のクレアホーム&ガーデンでリンカリンの2回目の、クレアでの2回目のライブがあります。そちらもまた詳細を下に置いておきますのでご覧ください。その他宝木美穂の最新情報は YouTube、Facebook などの各種 SNS、メルマガでお知らせしています。この番組では皆様からの感想、トークテーマのリクエスト、お悩み相談、あなたの面白いエピソードなどメッセージをお待ちしております。コーナーも募集しています。今年の抱負、コーナーというか今年の抱負も募集しています。そしてコーナーは私実は苦手なんですというのと、それから私のおっちょこちょい自慢の2つのコーナーでも、募集しておりますので、説明欄に記載のメールアドレスまで送ってください。またはコメント欄への書き込みでも構いません。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は宝木美穂でした。さようなら。